たった一つの判断ミスで5000万ドルが消えた。原因は包装だった。包装なんて間接材の消耗品。そう思っていた時期が俺にもあった。でもあの日から俺の見える世界が変わった。俺は川村、自動車部品メーカーの調達課にいる。包装の見積もり3年以上見直してないかも。前任者が決めた仕様をそのまま引き継いでいた。正直包装って誰の担当かも曖昧だった。調達は仕様は製造が決める。製造は発注は調達の仕事。物流は届いた箱をそのまま使う。結局誰も最適化しない。直接材で 1% 下げれば数千万。包装はなかなか評価してもらえない。だからずっと後回しにしてきた。それが当たり前だと思っていた。ただ物流費は企業売上の5から 25% を占める。包装サイズは輸送単価を直接決める変数なのに、社内のどのレポートにも出てこない。この違和感に気づくのはもう少し先の話だ。ある時上司に言われた。包装の TCO を出してくれ。 TCO？ 総所有コストのことか。段ボール代なんて大した金額じゃない。そう思って調べ始めた。それ単体は確かにそれほど高いコストではない。でも水面下に巨大なコストが潜んでいた。輸送費、損傷、返品ロス、廃棄費、作業工数、 ESG 対応コスト。 e コマースの輸送中の破損率は最大 10% に達するというデータもある。 10% って出荷10箱に1箱が壊れてるってことか。ある自動車部品メーカーでは包装設計の見直しで破損率が 11% から 0% になった。返品対応、再製造、顧客信頼の毀損。単価交渉では絶対に取り戻せない。出荷箱の3辺を各1センチ縮小したら容積重量がどれだけ減るか。年間出荷数をかければ運賃削減の概算が出る。包装費は安いんじゃない。コストが他の品目に分散して見えてないだけだ。しかし本当の問題はこれだけじゃなかった。2025年から2026年にかけて3つの期限が集中していた。期限1、フェデックスと UPS の容積重量切り上げ。端数切り捨てが切り上げに、過剰包装のコストペナルティが即座に効く。期限2、改正資源有効利用促進法の施行。再生プラスチックの利用義務化。再生材利用計画の提出が求められる。この法改正を包装の文脈で捉えている調達担当者はまだ少数派だ。そして最もインパクトが大きいのが期限3、 EU 包装廃棄物規則 PPWR の一般適用開始。包装最小化原則、ラベリング要件 PFAS 禁止。幅広い義務が発効する。2030年からは空撃率 50% 以下の定量基準が施行される。箱に緩衝材を詰めれば合格じゃない。箱自体を小さくしなければならない。包装設計の変更には使用調整で1年程度かかることもある。逆算すれば今すぐ動かなければ間に合わない。 EU 規制はグローバル標準化する傾向がある。対応しなければ市場アクセスを失うリスクがある。焦った俺は最悪の判断をしてしまう。コストを下げなきゃ、そればかり考えて軽量化に走った。段ボールの強度を落としすぎた。輸送中に底が抜けた。返品対応、顧客への謝罪、信頼回復に半年かかった。帰りの電車でずっとスマホの画面を見ていた。何を見ていたか覚えていない。コスト最小化と使用の最適化、この2つは全く違うものだった。翌朝、俺は資料を全部広げ直した。今度は全体を見ることにした。調べていくうちに希望が見えてきた。大手 PC メーカーは包装を 10% 縮小し、年間数100万ドルの物流費を削減した。大手家具メーカーはプラスチック包装を 47% 削減。キノコ由来素材への代替も進行中だ。大手宅配会社は包装サイズの最適化で積載効率を向上させ、配送コストを削減した。
環境対応はコスト増。それは思い込みだった。材料コスト15から 30% 削減、運賃10から 15% 削減の実績がある。俺がまずやったのは TCO 分析だった。輸送費、廃棄費、損傷リスク、作業工数を含めた総コストで評価する。次にデザイン・フォー・ロジスティクス、設計段階で物流を織り込む考え方だ。製品ができてから箱をどうしようでは遅い。そしてライフサイクルアセスメント、原材料調達から廃棄まで全フェーズの環境負荷を定量化する。一度に全部やろうとしない。 TCO デザイン・フォー・ロジスティクスライフサイクルアセスメントの順で進める。コスト削減の定量化で社内の推進力を作り、設計最適化で効果を固定する。あれから半年、俺の仕事は変わった。明日からできることは3つある。まず空撃率を測定すること。主要10品目の出荷箱を開けて EU 基準の 50% と比較する。次に容積重量サーチャージを請求書3ヶ月分から抽出する。これが社内提案の根拠データになる。数字で見えると説得力が全然違う。そして代替材の見積もりを取る。3つとも特別な予算は不要。必要なのは意思決定だけだ。包装の見直しは調達が主導すべきテーマだ。あなたの会社ではどうだろうか。最後まで見てくれてありがとうございます。調達についてもっと深く学びたい方は概要欄からブログもチェックしてみてください。チャンネル登録してくれると嬉しいです。次の動画でまたお会いしましょう。